皆さん、こんにちは。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。デイビです。最近、とても暖かくなりましたね。新しい季節になると、新しい服や物が欲しくなりませんか？私も先日、素敵なジャケットを買いました。でも、それはお店で買った新しいものではありません。実は、中古品なんです。とても綺麗で、値段も安くて、すごくいい買い物ができました。そこで、今日のテーマは、日本で中古品を買う方法です。日本に住んでいる留学生の皆さんや、日本へ旅行に来る皆さんにとって、中古品の買い物はとてもおすすめです。安くて、質の良いものがたくさん見つかりますからね。今日は、どこで、どうやって中古品を買うことができるか、皆さんにわかりやすく紹介したいと思います。どこで中古品を買えますか？まず、中古品はどこで買うことができるでしょうか？方法は大きく分けて2つあります。一つは、実際のお店に行くことです。もう一つは、インターネットやスマートフォンのアプリを使うことです。では、最初にお店について話します。中古品を売っているお店を、日本ではリサイクルショップや古着屋と呼びます。リサイクルショップはいろいろなものを売っているお店です。古着屋は服を専門に売っているお店です。日本には全国にたくさんのリサイクルショップのチェーン店があります。とても有名なお店をいくつか紹介しますね。一つ目はブックオフです。名前の通り、もともとは古本のお店です。漫画や小説がたくさんあります。一冊100円で買える本も多いですよ。でも、ブックオフは本だけではありません。CD や DVD、ゲームソフトもたくさん売っています。ブックオフのグループには、ハードオフというお店もあります。ハードは、パソコンやテレビ、カメラなどの電化製品のことです。ギターなどの楽器や、少しですが、テーブルや椅子などの家具もあります。古いですが、まだ使えるものが安く手に入ります。見ているだけでも楽しいお店ですよ。服やカバン、靴などのファッションアイテムが欲しいなら、セカンドストリートやトレジャーファクトリーがおすすめです。有名ブランドの服が信じられないくらい安い値段で売っていることもあります。お店のいいところは、商品を直接見て、触って、確認できることです。特に服は試着ができるのが大きなメリットですね。次に、インターネットやアプリで買う方法についてです。最近はスマートフォンのアプリで中古品を買う人がとても多いです。日本で一番人気があるアプリはメルカリです。皆さんも聞いたことがありますか？メルカリはリサイクルショップとは少し違います。お店ではなく、普通の人が自分のいらなくなったものをスマートフォンで簡単に出品して売っているんです。だから、商品の数がとても多いです。服、本、家電、趣味のもの、ハンドメイドの作品まで、本当に何でもあります。探しているものがきっと見つかると思います。メルカリの便利な点は、家にいながら買い物ができて、商品が家まで届くことです。でも、注意することもいくつかあります。一番の注意点は、商品が届くまで実物を見ることができないことです。ですから、買う前に商品の写真と説明をよく読んでください。写真では見えない傷や汚れがないか、説明に書いてあるか、しっかり確認することが大切です。それから、出品者の評価を見るのも大切です。メルカリでは、買い物が終わった後、お互いに評価をします。評価が高い人から買うと、問題が少ないので、安心です。メルカリの他に、ラクマというアプリも人気があります。使い方は、メルカリとほとんど同じです。では最後に、お店やアプリで買い物をするときに使える便利な日本語を
いくつか紹介します。まず、お店で使えるフレーズです。値段がわからないときは、商品を持って店員さんに、これはいくらですかと聞きましょう。ハードオフなどで電化製品を買うとき、ちゃんと動くか心配ですね。その時は、これは動きますかとか、少し丁寧に、動作は問題ありませんかと聞くといいでしょう。服を買うときは、試着がしたいです。店員さんに試着してもいいですかと言ってください。試着室はどこですかもよく使うフレーズです。次に、アプリで使える言葉です。メルカリなどでは値段の交渉ができる場合があります。出品者にコメントで質問します。例えば、少し安くなりませんか？いや、もっと丁寧に、お根元毛は可能でしょうか？と聞くことができます。もちろん断られることもありますよ。商品の状態について詳しく知りたいときは、傷や汚れはありますか？と聞いたり、いつ頃買いましたか？と質問したりするのもいい方法です。さて、今日のまとめです。日本でを買うには、ブックオフのようなリサイクルショップに行く方法と、メルカリのようなアプリを使う方法があります。お店では商品を直接見ることができ、アプリでは家からたくさんの商品を探すことができます。それぞれに良い点がありますから、欲しいものによって使い分けるといいですね。日本のリサイクル文化はとても面白いです。安くて良いものが見つかるだけでなく、古いものや珍しいものに出会えることもあります。それはまるで宝物を探す冒険のようです。皆さんもぜひ、リサイクルショップやフリマアプリで自分だけの掘り出し物を見つけてみてください。きっと楽しい買い物ができるはずです。それでは、今日の優しい日本語ポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。